あなたの7月のガソリン代が月3000円下がる可能性が今日現実になったのだ。理由は3ヶ月108日続いた中東の海戦争が終わったからなのだ。待ってずんだもん。ガソリン代が3000円も108日間の海の戦争って何ですか？いきなり金額出されても、実はホルムズ海峡が閉じてたってことですか？その通りなのだ。世界の石油の 20% が通る海峡が今朝のニュースで30日以内に再開という宣言が出たのだ。この話、実は日本の給料と家計に直撃する話なのだ。整理するのだ。3月の初め、イランがアメリカの船を攻撃し始めた。その報復でアメリカがホルムズ海峡を封鎖すると宣言した。つまりタンカーは通れなくなったのだ。世界の石油供給が 20% 失われた瞬間だ。待って、世界の 20% ですか？そんなに大きい割合？日本って中東からどれだけ石油を入れてるんですか？そうなのだ。日本は本当に中東に頼っている。だから世界の石油 20% が失われた時点で日本の備蓄がものすごいスピードで減り始めたのだ。法律では90日分の備蓄が必要とされているけど、実は民間在庫も含めて計算すると実質70日なのだ。つまりあと30日足りない計算になっていたのだ。あと30日？つまり1ヶ月で日本の石油が終わるってことですか？ガソリンスタンドに行ってもないってことですか？そういうことなのだ。だから世界中がホルムズ海峡を再開しろと叫んでいたのだ。イギリスのキア・スターマー首相も海峡は完全に開かれなければならないと言った。日本の高市早苗首相も30日以内の再開を強く期待すると声明を出した。みんなが命がけでホルムズ海峡の再開を望んでいたのだ。で、今日その和平協定が成立したって話でしょ。ずんだもんが朝からガソリン代が下がるって騒いでたのはこの備蓄危機が解決するからですか？その通りなのだ。トランプが朝の SNS 投稿でホルムズ海峡は金曜日に開くと宣言した。シップス・オブ・ザ・ワールド、スタート・ユア・エンジン S、世界の船よ、エンジンをかけろという表現だ。つまり月曜日の今日、すでに市場が反応しているのだ。市場が反応した。つまりその金曜日の正式署名式を見越して今朝原油の先物が 5% 下がったってわけですか？そうなのだ。経済っていうのは未来を先読みする市場だからな。実際に船がホルムズ海峡を通るのはまだ先だけど、これからタンカーが通るんだろうという期待が今朝の原油下落を作ったのだ。ちょっと優しく説明すると、工事完了の看板が出た瞬間に建設費の支払いが減るみたいな、そういう感じだ。ではその 5% 下落が日本の家計にどう影響するか計算してみるのだ。現在日本のガソリン価格は1リットルあたり160円前後だ。今回の原油 5% 下落でガソリンは理論上 5% 安くなる可能性がある。つまり1リットル160円が8円安くなって152円になる計算だ。8円、1リットルあたり8円ですか？それって実際の家計だとどのくらい浮くんですか？月3000円ってさっき言ってた、そんなに大きいんですか？そうなのだ。平均的な日本の家庭の月間ガソリン購入量は約375リットルと言われている。375リットル ×8 円で3000円なのだ。つまり月3000円。年間では3万6000円のガソリン代削減になるのだ。このお金でお米5票買える。子供の学用品が全部揃う。外食が月に2回増える。これが7月から始まるということなのだ。月3000円、年3万6000円ですか？でもずんだもん、ガソリンだけじゃないじゃないですか。灯油も電気代も運送コストも全部下がるんじゃないですか？その通りなのだ。実は原油下落は一石二鳥どころか一石四鳥なのだ。ガソリン代が下がれば物流費が下がる。物流費が下がれば食品の輸送コストが下がる。つまりスーパーの野菜も魚も少し安くなる可能性があるのだ。さらに冬の灯油代も下がる。
電気代も若干下がる。つまり、この夏から秋冬にかけて、日本人全体の生活コストが下がり可能性があるのだ。ああ。でもずんだもん。これって、予想、ですよね。実際に、ホルムズ海峡が本当に再開される。って確実ですか？トランプが、金曜日に開く。って言ってるけど、本当に実装されるのか。ってとこが怖いんですけど。いい質問だ。実は、その通りなのだ。発表では、署名式は金曜日、ジュネーブで開催予定、とされているけど、実際のところは、まだ何が起きるかわからない状況なのだ。なぜなら、レバノン情勢だ。ニュースにはあまり出ていないけど、イスラエルはレバノンから撤退するという合意内容について、すぐには撤退しない、と言っているのだ。つまり、戦争は終わった、と言っても、完全には終わっていない可能性があるのだ。あ、待ってください。つまり、戦争は公式に終わった、って発表されても、実際にはまだ兵士たちが撃ち合ってる可能性があるってことですか？紙の上の平和、みたいな。そういうことなのだ。実は、このホルムズ海峡の30日以内再開という発表も予定に過ぎないのだ。もし、レバノンで何か起きたら、ホルムズ海峡は結局、また封鎖される可能性もゼロではないのだ。だから、今朝の原油 5% 下落も、賭け、なのだ。市場が、これからはきっと大丈夫、と、期待しているだけで、確約、ではないのだ。だから、ガソリン代が月3000円下がるのは、あくまで理想的なシナリオ、だってことを忘れるなのだ。だから、僕の最後の正直な意見を言うのだ。この和平協定は、歴史的だ。108日間続いた戦争が終わることは、本当に大きい。だけど、終わった、と、本当に終わったは全く違う話なのだ。日本人が、ガソリン代が安くなる、と喜ぶのもわかる。でも、もう1週間は、様子見の時間が必要なのだ。金曜日の署名式を見ても、本当に大丈夫かどうかは、その後、を見ないとわからないのだ。ずんだもん。つまり、今日のニュースで喜んでもいいけど、ガソリン代のレシート見るまでは安心するなよ。ってことですか？その通りなのだ。そんなわけで、今週の金曜日、ジュネーブでの署名式に全世界が注目している、トランプ、イラン、イーヨン、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本も、全員がホルムズ海峡が本当に開くことを願っているのだ。もし開いたら、日本のガソリン代は月3000円下がる可能性がある。それが実現するかどうかは、あと4日でわかるのだ。明日は、この中東和平がアメリカの政治にどう影響するか、トランプがなぜこのタイミングで、平和を急いだのか、その背景にある、選挙戦略を深掘りするのだ。チャンネル登録で明日の解説を見逃さないでほしいのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。